こんにちは。今回は、EV の航続距離が短い理由についてのお話です。EV の問題点として、いつもやり玉に挙げられるのが航続距離です。今回は、なぜ、EV の航続距離は短いのか、航続距離の長い EV は実現できるのか、そもそも航続距離はどれくらいあれば良いのかについて考えてみます。まず、日本で買えるガソリン車と EV の航続距離を比較してみます。ガソリン車の航続距離は、実際の使用を想定していい燃費の実燃費にタンク容量をかけて航続距離としました。EV は、実際に走行可能な距離に近い EPA に記載されている航続距離を使用しました。まず、ガソリン車の航続距離は、少なくとも 400km 以上あることがわかります。一方、EV の航続距離は 170km から 500km 程度です。航続距離を比べてみると、やはり、EV は航続距離が短いようです。何か、比較できるものはないかと探したところ、レクサスの GSF とテスラのモデル S100D が色々と近かったので、この2車種を比べてみます。まず、レクサス GSF です。GSF は、トヨタの高級車ブランド、レクサスの GS をベースとしたスポーツモデルです。重量 1860kg。060マイル加速 4.3 秒。車両価格1197万円。次に、テスラモデル S です。モデル S は、アメリカのテスラが製造、販売しているセダンタイプの電気自動車です。重量 2160kg。060マイル加速 3.6 秒。車両価格1241万円。重量、加速、価格が比較的近いこの車種で、航続距離について調べてみます。まず、一番大きな違いはエネルギー源の密度です。ガソリン車のエネルギー源であるガソリンのエネルギー密度は 11.13kWh/kg。それに対して、電気自動車のエネルギー源であるリチウムイオン電池のエネルギー密度は 0.25kWh/kg と、ガソリンの方が 44.5 倍もエネルギー密度が高くなっています。まず、このエネルギー密度の差が、電気自動車の航続距離が短い一番の原因です。次に、重量を比較してみましょう。ガソリン66リッターの重量は 49.5kg です。一方、リチウムイオン電池 100kWh の重量は約8倍の 400kg になります。この密度と重量からエネルギー量が求められます。ガソリン66リッターのエネルギー量は 551kWh になります。電気自動車が 400kg もバッテリーを積んでも、ガソリン車の 18% しかエネルギーがありません。しかし、電気自動車はガソリン車より圧倒的に効率がいいです。ガソリン車の効率を求めると、0.907km/kWh となります。これに対して、電気自動車は 5.36km/kWh なので、5.9 倍効率が高いことになります。これらを計算すると、最終的にどちらも約 500km の航続距離を実現できることがわかります。では、例えば、一度の充電で 1000km 走行できる EV は実現できるのでしょうか？方法として、バッテリー容量を増やす、効率を上げる、という2つの方法が考えられます。それぞれの方法について、考えてみます。最初は、バッテリー容量を増やす方法です。これは単純にバッテリーをたくさん積めば、たくさん走れるという考え方なので、技術的には難易度の低い方法と言えます。この方法のメリットとしては、バッテリー容量が増えると出力も増加させられるので、重くなって走らなくなるという心配はありません。デメリットとしては、物量作戦なので、当然コストはかかりすぎますし、例えば、現在の技術で 1000km 走れる 200kWh のバッテリーを作ったとすると、800kg になります。実は、この方法で作られた車が今度発売される予定です。それが写真の2020年に発売予定のテスラロードスターです。
予定スペックは、200kWh で 1000km、0-60マイル加速は 1.9 秒、最高時速は400キロとなっています。しかし、価格も2400万円と非常に高価です。では、効率よく走れるようにする方法はどうでしょうか。効率を上げるメリットは、なんといっても資源が少なくて済むことです。環境負荷も軽くなるし、量産時にはコストにもプラスになります。また、エネルギー効率が高いということは、従来では使えなかった太陽光などのエネルギーからでも車を動かせる電力を得られる可能性があります。しかし、現実的かというといくつか問題があります。例えば、走行に必要なエネルギーが減っても、エアコンなど、走行以外のエネルギー効率も向上しないと、使い勝手が非常に悪いものになります。仮に、ソーラーカーのような航続距離が実質無限の車が発売されたとして、日常生活で使えるかというと、実用性は厳しいでしょう。そもそも、航続距離はどのくらい必要なのでしょうか。最初に気をつけなければいけないのは、ガソリン車と EV では運用方法が違うため、求められる性能も異なる点です。ガソリン車が給油するためには、ガソリンスタンドに行かなければなりません。この時、ガソリンスタンドまで片道15分かかるとすると、1回の給油に40から50分かかることになります。ガソリン車はこの面倒な作業を行わなければならないため、回数を減らすために長い航続距離が必要になります。一方、電気自動車は自宅で充電することが基本になります。自宅に充電器を設置しておけば、充電はケーブルをつなぐだけなので、10秒程度です。遠出以外の日常的な使用では、航続距離はあまり必要ありません。現在の EV で長距離走行をする状況を考えてみましょう。あなたは、愛車のモデル S で大阪にたこ焼きを食べに行くとします。自宅のある六本木ヒルズから、大阪道頓堀までは 495km なので、途中で充電は不要です。大阪に着いたら、まずはホテルにチェックインします。この時、目的地充電、デスティネーションチャージ、に対応しているホテルであれば、ホテルの駐車場にある充電器で駐車中に充電が行えます。車をホテルに停め、道頓堀でたこ焼きを満喫し、ホテルで一泊します。翌日、駐車場で満充電になったモデル S に乗って自宅へ帰ります。このような場合、ガソリン車であればほぼ確実に途中で給油が必要ですが、ホテルで充電できることで実質充電時間がゼロになります。この例では、1泊2日で約 1000km、14時間運転することになります。ウプ主は1000円高速の頃に、1泊2日で 1300km を走破したことがありますが、はっきり言ってこんなことをする人はあまりいません。500km の航続距離というのは、ほとんどの人にとってオーバースペックと言えます。では、航続距離が伸びるメリットとしてどんなことが考えられるでしょうか。航続距離が伸びる一番のメリットは、なんといっても電欠の心配が少なくなることです。よく、例えとして挙げられるのが、吹雪で立ち往生した際、航続距離が短いと命に関わるというものです。これは不測の事態に対する、保険と言えます。次が冷暖房など走行以外に使用するエネルギーに対する余裕です。これまで見てきたように EV はエネルギー効率が高いため、走行に使うエネルギーはガソリン車に比べて少なくなります。しかし、それ以外はガソリン車と変わらないため、特に鉄とガラスでできた車では、冷暖房の負荷が相対的に大きくなります。航続距離に余裕があれば、エネルギーを無駄遣いして航続距離が短くなっても制約を受けにくくなります。なぜ自動車メーカーが、断熱対策を行わないのか疑問ですが、おそらくガソリン車では、エネルギーはいくらでも得られるので、断熱するより強力な空調をつける方が簡単だったのでしょう。ここは EV で今後改善してほしい点です。次は、長距離移動時の充電回数を減らせる点です。先ほどの例では、一度の充電で走り切れる距離でしたが、リーフなら最低でも2回は途中で充電する必要があります。
充電にはどうしても時間がかかるので、充電スケジュールを考える手間がかかります。航続距離が長ければ、計画なしで出かけても近くの充電場所を探す余裕ができます。最後が、バッテリーの負担が減り、寿命が伸びる点です。EV の問題点として、航続距離と並んで挙げられるのがバッテリーの劣化です。バッテリーの劣化には、充放電回数と SOC が大きく関わってきます。SOC、ステートオブチャージは、充電率のことです。例えば、非常に充放電回数の多い使われ方をしている例が、ハイブリッドです。プリウスが発売された当初、約3年でバッテリーがダメになるという人がいましたが、これは携帯電話などのバッテリーがその程度だったためです。しかし、プリウスのバッテリーは10年間以上交換しなくても問題ありません。これは、プリウスがバッテリーの SOC を40から 80% の範囲に制限して使用しているためです。一方、EV では、そんなことをすると航続距離が足りなくなってしまいます。そこで考えられたのが、バッテリー容量を増やして1回の航続距離を伸ばす方法です。ノートパソコンなどでおなじみの18650セルでは、0から 100% の充電を約500回すると容量は 50% になると言われていました。テスラが2008年に発売したロードスタは、この18650を6831個組み合わせていました。18650のバッテリー寿命について、テスラは、ロードスタは1回で 400km 走れるので、500回なら20万 km 走行することができると答えたそうです。バッテリー容量が大きければ、普段、満充電にしなくてもいいので、その点でも寿命が改善されます。逆に、リーフのようにこの余裕を考慮せずにバッテリーを設計することは避けるべきです。結論として、まずガソリン車と EV では、必要な航続距離は異なると言えます。現在の技術では、EV の航続距離をガソリン車並みにすることは難しく、長距離の移動では、途中での充電が必要となります。その際、車を使わないタイミングで充電することで、充電の煩わしさを回避することができます。そして、航続距離が 500km あれば、EV でも距離が制約になることはないと言えます。実際に必要な航続距離は人によって異なりますが、現行のリーフなら高速を2時間程度走行できます。充電インフラも整備されてきたので、以前のように、あまりバッテリーの心配をしなくても良いのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。